緊張もしているのですが、少し楽しんで皆さんとお話ができたらなと思っています。議論がまた先週とは違った活気を見せるんじゃないかと。この後のシンポジウムを、皆さんと一緒に楽しみたいと思います。今から数時間ちょっと楽しくやらせてください。私がこうして建築家として続けているのもこの場所がきっかけだったなと。なあなあにならずに思ったことはしっかり言おうと思っているので、どうぞよろしくお願いします。もう秋といえばここに来るという感じで楽しみにしてます。今回の機会お声掛けいただいて本当に嬉しい気持ちです。いろいろ話を伺って詳しく聞かせていただければと思っております。この場をうまく価値づけられるように皆さんと話したいと思います。多くの母親、女性たちがそうであるように、実家の中に母個人の部屋を持っていませんでした。父の書斎を羨ましがっていて、一日中こもっていてもいいならずっとこもっていたいというような表現をしています。今回のプロジェクトではやはりその創造性というものを家族それぞれが発揮するべきであると考えています。引っ越しと改修は人や物、変わり続けるその空間との関係性を新しく編み直していくことを考えています。私はこのようなどんな小さなことでも建築のものとして社会の中に新しい発見を生み出せるんじゃないかということを期待しています。私の実家はもともと3人家族だけで使う戸建て住宅でしたが、ある時父が学習塾とバーを始めたことで家の一部に近隣住民が出入りするようになりました。ファサードのないバーにポテンシャルを感じ扉を設計しました。お客さんたちが思い思いの楽しみ方を発見してくれることで開口部に新しく人間の息遣いを感じられる場所が生まれました。家族以外が使う小屋も少しずつ用意して仕事や趣味のアトリエ、小さなお店を持ちたい人に貸し出します。小屋同士をつなぐ新しい道は上へ横へ斜めさまざまな方向へ伸びていき、やがて隣の家とつながる日が訪れるかもしれません。企画化された間取り、標準化された人間像からあふれ出す個性の建築を私はこれから設計していきたいと考えています。言葉、文章を作ったり手仕事をしたりということで僕自身の主体のバランスを保とうとしている。手仕事のオブジェクトがこちらです。この強い型みたいなもの、そういうものをきっかけにいろんな解釈を加えたりとか、意識無意識を駆動させながらこれを住宅にしていきました。まだなんかよくわからないなみたいな、そういう意味が宙ぶらりんになるぐらいの形を目指していきました。グリッドからずれているところ、あるいは合っているところがあったりとか、そういった細かな部分っていうのを一番時間をかけて、住人が住み始めてからっていうのはその意識無意識の駆動の役割っていうのが住人にバトンタッチしていきます。生き生きした暮らし、そういったものの、お手伝いが今回この住宅でできたのかなと思っています。私たちは浜辺のような建築というものを夢見ています。これが斜めの家というアトリエ兼住宅です。人が立つための水平性と建物が立つための斜面性で、そのどちらもが調和して合わさったそういう住宅だと思ってます。画家はよほどこの開口がお気に入りなのか、家に帰ると手を洗うよりも前にこの開口の前に立って景色を眺めます。で、家族の人生が本当に豊かになったと言ってくれました。で、我々としては建築家というものはそういう言葉を言ってもらえるような住宅を作る存在だと思っています。この細かい柱の間に二次的に取り付いてくるような建築の要素、配管であったりとか手すりであったりとかひさしであったりとか、建築のプロポーションであったりとか、そのコントロールするようなことっていうものを完全に否定したいわけではなくて、そういったものとどう人間の現実で現れてくるような要素がバランスしていくかなっていうことを考えたいなというふうに思っています。都市の表面を作るように建築の表面も作りたいというふうに考えているし、何か建築の表面を作るように都市の表面も作るっていうようなことを、未決定な状態を残しておくっていうようなことから考えれるのではないかなというふうに考えています。自分たちの建築振り返ってみて大事にしてるのかなと思ってるのは、明るいグレーゾーンを作る和菓子屋さんの改修、和菓子屋 F という仕事なんですけども、やったことすごいシンプルで、建物の外周に10メーターのとてつもない長いベンチを回す。ホームレスのおじさんがちょっと休憩してたりだとか、帰りに OL がちょっとここでお弁当を食べたりだとか、これは例えば公園のようなそういうような使われ方をしていて、こういったところに寛容な都市空間を作っていくためのヒントがあるんじゃないかなというふうに考えています。
今回よく考えたのは、周りの出店者さんのための場所を作るということを考えました。こういった場所で少し休息をしながら周りの展示について考えてみる、大阪の街中が、寛容な空間になっていく、そんなビジョンを描いています。私たちが設計した敷地の周辺の風景です。こういう大きい風景に対して何か応答できないかという形で設計を進めました。部屋を囲んでいるガラスサッシは開放することができるので、光や風といったものが海側から町側へ通り抜けていくので、その瞬間に部屋がこう町と海をつなぐような境界線のような存在になります。何か写真が持つ抽象性やこう体験性とかこう手触りみたいなものをこの展示会場を通して体験していただけたらと思い展示を作っています。ちょっとまずはちょっとこちらの、歴代、受賞者の方からちょっとこう具体的に分かんないところとかをちょっとまだ聞きたいことあると思うんで。浜辺って言ってる割にはちょっとディティールがなんか工業的すぎるというかシンプルすぎる、そこの素朴さを自然だと言ってるんだったらちょっと弱いなっていうのが正直ないし、もっと着想はいいんだけどもっとディティールが豊かになってもいいんじゃないかなっていうのでいくつか気になりました。何かを特別に扱うんじゃなくて、例えば浜辺に行ったら犬の散歩してる人もいたり、デートしてる人もいたり、失恋して泣いてる人もいたり、プロポーズしてる人もいたり、そういういろんな状況を全部対等に扱って設計していった結果がそのオペレーションブックに載ってる図面に現れてるのかなと思っていて、じゃあこれ公園みたいな建築です、広場みたいな建築ですって言っても説明できちゃうんですよ、この建築多分結構。そこのに浜辺という具象まで出すんであれば、具象的なイメージまで出すんであればディティールがリンクしてないよねっていう、ただちょっと感想なんですよね。ですね、この成貞さんのやつだけ結局何してるかやっぱ最後まで分かんなくて、改修も設計してる、でそれが相互に行き来しながらアップデートするためにそういうことをしている、そういう意味もあります。一応展示会場に間の図面を置いていて、その改修の時に考えたことをまず同じスケールの新築でやってみたんですよ。でその時あんまりうまくいかなくて、結局私がこう作ろうとしてる母の部屋っていうことをもう一度作ることが、その母の部屋がないことを生んでる状況というか、こう計画学的なこう問題が持っている本質的なところをなんか再生産しているような気さえもするっていうところで、なかなかこうそのストレートに新築をこう建てていくことがうまくいかない実感がある中で、そのスケールをちょっと変えてみるだったりとか、壁の厚みを変えてみるっていう手すきにこう変えていったことはあります。なので今後も続けていくプロジェクトですけど、そういった意味では今後も応答があると思って作っています。その手法は面白いですね。今分かりました。で、これちょっと他の人も関わるかもしれないですけど、その結局具体的に設計しているものはなんか意図的なのか出さないのはどういう心理なんですか？何か建築家である前に、表現者でありたいということが一つあると。で建築雑誌とか、建築展とかも行ったりはするんですけど、やっぱり周りの風景と切り離された竣工写真と模型、そこで何かその建築を理解してしまった時になんか怖いという感覚が僕にはあったというか、新しく世界を見る目とその肉体についてちょっと考えたいっていうのが僕の中にあるという感じです。やっぱ建築展の宿命で物がないっていうところで、やっぱ思想を伝えないと伝わんないとなんかあんまりやる意味ないかなと思うんですけど、下田さんの写真はなんか本当にその世界観がそのまま連続して写真になってて、なんか僕はすごい世界観まず好きだし。あれはですね、できてから引き渡しまでの間に2日ぐらい泊まり込んで光を探したので、もちろん柱張りが複雑に見えてくるっていうのはある程度予測はしていたんですけど、かなりその現地で探しながらっていうのが大きいですね。実感として母の場所はないって割と私は一般的に
理解したんですけど、でも形式は本来は母のためだったっていう、なんかこう新しい家の形式っていうものを開発して何か提示しようとしてたら、なんかそこのチャレンジをもっと聞きたいなと思ってました。自分の居場所として父だったり私だったり弟だったり家族のみんながそれぞれ空間の認識を変えていくことだとは思ったんですね。でそれはすごく固有の事象なので、社会的なものとして方法論として語ることはもちろんできないんですけど、でもきっとこの先に出てくる形の中には方法論として母の家を作るための家具でもいいですし、そのリフォームメソッドでもいいんですけど、そういう形でも何らかの一つの未来でも見えればという思いで設計をしています。何かそれっていうのが女性の問題というよりはむしろ男性も含めた外側の問題だっていう話っていうのをされていて、でそれってすごい面白い。でそれがやっぱ女っていうのと母親っていう2つのキャラクターっていうものをその家っていうことではなく部屋から考えるっていうのもまた面白いなと思って、でコルビュジエとかが母の家っていうふうにやるけれど、成沢さんの場合は母の部屋っていうふうにやるじゃないですか。でそれがさらにウルフの自分だけの部屋の話から出発して、なんかそういう自分個人のものだし家族の問題なんだけれど、それは詰まるところ人間の問題だっていう、なんかそういうところっていうのはすごい僕は心を動かされたなっていうのを今の話を聞いてなおさら思いましたね。2週連続で話を聞いて、でいろんな切り口で話をお聞きしてて本当に面白かった。でも成沢さんの話っていうのは、かなり昔から実はされてきた話だと思うんですよね。と言いつつその成沢さんの話っていうのはいまだ日本がっていうか世界的にも解決ができていない社会的なことではあるので、そこに切り込んでいく、若い人が切り込んでいくっていうのは面白いしかなと思ってお聞きはしてました。それでは緊張してきました。発表をしていただきます。初めてのアンダー35アーキテクツエキシビジョン2025シルバーメダル賞はじゃか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 じゃん。はい、成沢さん。皆様大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございます。ここ数日でもすごく作品のことをもう一度向き合う時間がありまして、1でも2でも変わらずこの分かりづらくまとめてしまった作品を丁寧に皆様読み解いてくださいまして、作品としてもそうですし建築に携わるものとしてもたくさん課題が見つかった回でしたので、今後も気を引き締めて頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。皆様大きな拍手をお願いいたします。少し前に受賞した我々から何か応援するつもりで参加させていただければと思ってきました。なんかこの応援するっていう意味ではこの先のわからないところにちょっと期待をしてみるというか、一個一個選んだ言葉をなんか否定したりしても仕方がないと思っていて、ただ見て興味を惹かれて、で佐藤さん言われてたところのコメントとかもそっかそういう観点で見たらと思うと応援したいと思って受賞という形で、理由になります。ありがとうございました。皆様大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。